エリアスが小さなアシスタントの風邪薬を届けるために飛び出し、閉じ込められたエレベーターと閉所恐怖症の発作に苦しむ私を完全に無視したと知った瞬間、離婚を決意した。エリアスは二つ目の考えもなく書類に署名し、口元に薄笑いを浮かべていた。彼が友人にこういうのを聞いてしまった。ちょっとした癇癪さ。彼女の両親は亡くなってるし、他に頼れる人もいない。本当に俺から離れられるはずがないんだ。それに彼はスコッチを一口すすりながら続けた。30日の熟慮期間があるだろ？後で後悔して、俺が寛大に許してやれば、彼女はきっと這って戻ってくるさ。その翌日、彼はアシスタントのパイパーとお揃いのセーターを着た写真を投稿した。キャプションは君の甘くて恥ずかしがり屋な瞬間、全部撮るね。私は静かに日数を数え始めた。落ち着いて、整然と荷造りを済ませ、そして一つの番号にダイヤルした。ロバートおじさん、ニューヨーク行きのフライトを手配してくれませんか？オードリー、それは素晴らしい。長年待っていたよ。やっと家に帰ってくる気になってくれて。本当に嬉しい。電話の向こうから聞こえるおじの声は弾み、心からの喜びに満ちていた。電話を切った直後、寝室のドアが開いた。エリアスが入ってくると、甘ったるく安っぽい見知らぬ香水の雲が漂っていた。鼻をつく匂いだった。今誰と話してた？彼は尋ねたが、別に気にかけているわけではない。彼の目はスマホの画面に釘付けで、私には一別もくれなかった。私が答える前に、彼の電話が鳴った。スピーカーからパイパーの異常に甘ったるい声が聞こえてきた。ソンさん、この前はお薬を持ってきてくださって本当にありがとうございました。あなたがいなかったら、私の風邪はもっとひどくなってたはず。あなたなしじゃどうしていいかわかりません。エリアスは私を一別し、気まずそうに音量を下げた。私は口を閉ざし、深い徒労感を覚えた。とにかく私たちは離婚するのだから、そうだろうか？私は黙って荷物の整理と牛乳の温めを再開した。エリアスは甘やかすような会話を終え、ソファに腰を下ろしてウォールストリートジャーナルに目を通した。習慣で私がいつもハーブティーを入れる陶器のマグカップに手を伸ばしたが、その場所は空っぽだった。やっと私を見た彼の顔には苛立ちがにじんでいた。だからエレベーターが止まった時、俺は助けに行かなかったんだ。彼は平坦な声で話し始めた。パイパーのいとこは医学生で、君の閉所恐怖症はただの不安症だって言ってる。大したことないよ、オードリー。大げさに反応するのはやめてくれ。それに彼は新聞を脇に放り投げて続けた。君が離婚を申請して、俺は同意した。それでまだうち中に暗雲を垂れ込ませる必要があるのか？あの夜、私は遅くまで働いていた。エレベーターが急停止し、明かりが消えたとき、私の携帯はほとんど電池切れだった。おなじみの吐き気を催すようなパニックが襲ってきた。震える手で、なんとかエリアスに電話をかけた。彼の返事は自分でなんとかできないの？俺は忙しいんだ。それから携帯の電池が切れ、私は気を失った。後になって知ったが、彼はその夜、アシスタントのパイパーに数日間の休暇を与えていた彼女のアパートに風邪薬を届けるのに忙しかったからだ。私は離婚を申請した。心配しないで。私は今、顔を上げずに言った。離婚が成立したら、もう私の顔を見ることもなくなるよ。私は荷造りを止めなかった。彼はほっとするだろうと思ったが、代わりにエリアスの声は大きくなった。後悔しないと良いけどな、オードリー。私が自分の作業にしか集中していないのを見て、彼はドアをバタンと閉めて出て行った。彼の感情を分析する気力も湧かなかった。やるべきことを終え、牛乳を飲み、
長く熱いシャワーを浴びてベッドに向かった。エリアスからのテキストメッセージがベッドサイドテーブルでブーンとなった。酔った。迎えに来て。スポーツドリンク持ってきて。行きたくなかった。すぐに2通目のメッセージが届いた。まだ証明書は取ってない。妻としての義務はまだ果たさなきゃな。疲れ切って私は持ち物をまとめ、車で出かけた。クラブの入り口に着くと、重いマホガニーのドアから、エリアスとパイパーのクスクス笑い声が痛いほどはっきりと漏れ聞こえてきた。私が初めて離婚を申請した夜を思い返した。彼は酔っていて、友人が尋ねた。エリアス、本当にオードリーを行かせるつもりなの？彼はあざけるように言った。ただの気まぐれだよ。彼女の両親は亡くなってる。頼れる人もいない。彼女が本当に俺と離婚するはずがないだろ。30日の熟慮期間がある。オードリーが撤回すれば、俺が寛大に許して、彼女はまっすぐ家に帰ってくるさ。彼は、私が孤児であることを私の依存の理由と考え、決して自分が私を大切に誠実に扱う理由とは考えなかった。私はドアを押し開けた。エリアスは顔を上げ、本当に驚き、苛立ちで眉を潜めた。ここで何してるんだ？俺を追跡してるのか？彼は詰問した。私は携帯を掲げた。あなたが迎えに来いとメールを送ってきたのよ。パイパーは口を尖らせ、彼の腕を引っ張った。ソーンさん、私、オードリーさんにドリンクを持ってきてもらおうって冗談を言っただけですよ。私のことを怒ってませんよね？エリアスのピンと張った眉毛はすぐに和らいだ。不思議なことに、私は怒りの高ぶりも、パイパーの挑発やエリアスの即座の彼女への配慮に対する、おなじみのヒステリーを起こしたい衝動も感じなかった。ただうなずき、理解したことを示した。エリアスは、驚くことに説明する必要を感じた。オードリー、パイパーはただのビジネスディナーに来てたんだ、何も。私は彼を遮り、手を伸ばしてスポーツドリンクを渡した。彼は飲酒運転できない。パイパーをタクシーに乗せ、それから私の車に乗り込んだ。迎えの車は通りの向かいに待っていた。歩き始めると、エリアスが突然私の腕をつかみ、強く引き戻した。私はやっと、かすめるように通り過ぎた車に気づいた。彼がいなかったら、私は惹かれていただろう。前を見て歩けよ彼は叱りつけ、声には狼狽が鋭く込められていた。彼は手を離さず、私の手を強く握りしめていた。一瞬、私たちがこれまで一緒に渡ったすべての横断歩道がよみがえり、彼の手がいつも私の手を探していた。それはもう何年も前のように感じられ、その触れ合いは奇妙で他人のように感じられた。渡り終えると、私はそっと手を離した。翌朝、私は仕事の支度をしていた。エリアスが車で送ると申し出た。送るよ。前夜の彼の用事で私は遅くまで起きていた。地下鉄に乗れば遅刻するので、私は反論しなかった。しかし助手席のドアを開けると、同じ甘ったるい香水の匂いが襲ってきた。シートクッションは鮮やかなピンクで、窓際にはふわふわのハローキティのクッションが挟まっていた。ダッシュボードには小さなキラキラのデカールが貼られていた。パイパーのスペース、触らないで。厳格で妥協なく潔癖、几帳面さで業界賞を受賞するほどの男が、この幼稚ながらクタを車内に許していた。全く馬鹿げていた。彼の顔に一瞬、不快そうな表情がよぎった。彼はすぐに説明した。パイパーはまだ子供なんだ、オードリー。深く考えすぎないでくれ。カップル写真を撮る子供か？私はその考えを口にしなかった。離婚を申請した翌日、彼はその写真を気味の甘くて恥ずかしがり屋な瞬間、
全部取るねというキャプションで投稿していた。私が去ることを罰するためか、あるいは全く別の理由か、彼の心はとっくに移っていた。私が追いついただけだ。私は車を回り込んだ。後部座席に座るよ。朝食を食べてないだろ、居心地の悪い沈黙を感じ取り、エリアスは小さな冷えたミルクのボトルを私に渡した。私は顔を上げた。センターコンソールには透明のプラスチック製スナック入れが詰め込まれ、様々なクッキー、ドライフルーツ、ゼリーのカップでいっぱいだった。彼の重度の潔癖症、彼の不変のルールを思い出した。車内での飲食は絶対に禁止。何年も前、私は彼の車内で突然低血糖になったことがあった。唇は真っ白で視界が揺らいでいた。飲みかけのコーヒーを一口だけとかすかに囁いたが、彼は許さなかった。今、パイパーは簡単にスナックバーにアクセスでき、彼の甘やかしを受ける。愛と無関心は決して微妙ではない。私は首を振り、ミルクを断り、窓の外を流れる車の流れを見つめた。すぐに到着した。私は机に急いだ。論理的には離婚が差し迫っているのだから、私は辞表を提出すべきだった。しかし、私は2つの大きなプロジェクトに縛られており、私の職業的責任感は、まずそれを終わらせることを命じた。朝から午後にかけて猛烈に働いた。睡眠不足で頭がぼんやりし、動きが鈍く感じた。マグカップに手を伸ばし、コーヒーを作ろうとした。ちょうどその時、配達員が大量のアイスラテと小さなレッドベルベットケーキを持ち込んだ。同僚たちはすぐに歓声を上げた。社長がお茶をご馳走してくれた。優しい。冗談でしょ？パイパーがダイエット中で、社長が彼女を気の毒に思って、おやつを買ってくれただけで、私たちはただのおまけよ。待って、ソーンさんってオードリーさんと結婚してるんじゃなかったっけ？静かに、オードリーさんがそこにいるよ。オードリーさん、私たち冗談ですから。気にしないでくださいね。私は品揃えを見たコーヒーの注文はすべて特定のアイスラテで、ケーキはすべてレッドベルベットだった。明らかに彼女のためだ。彼はパイパーのダイエットを心配し、会社全体におごった。彼らの愛の証だ。しかし、私はそのラテに入っている種類のシロップにアレルギーがあり、レッドベルベットは嫌いだった。エリアスが私を口説いていた頃を思い出した。それは同じくらい盛大だった。彼は私が食事を抜くのを心配し、私を遅くまで残らせる口実を作り、夕食を共にした。一度、私が病気なのに働こうと主張したとき、彼は小さなチョコレートタルトに薬を隠し、私が驚いて顔をしかめるのを見るために、私にそれを飲ませた。私たちの関係は退屈なオフィスを活気づけていた。今、そのすべてのエネルギーと感情は移し替えられていた。思いにふける時間もなかった。プロジェクトは複雑だった。このために数日徹夜をした。今夜もまた遅くなるようだった。外の世界は暗闇に包まれた。エリアスが私の机のそばに立っているのに、彼が話すまで気づかなかった。オードリー、まだ働いてるの？彼が何を望んでいるのかわからなかった。ソーンさん、何かご用ですか？彼は私の形式的な口調に動揺したようだが、無視してすぐに本題に入った。このプロジェクトをパイパーに引き継がせるべきだと思う。私はあらゆることに備えていたが、その要求はまだ身体的衝撃のように感じられた。パイパーは最近あまりにも多くの噂の的になっている。このプロジェクトの功績が彼女のものになれば、彼女の能力を疑問視する批評家を黙らせることができる。彼は私がこのクライアント獲得のためにどれだけ必死に戦ったか徹夜、長いプレゼンテーション、純粋な疲労を知っていた。
そして今、彼は彼女の評判を守るために、私にそれを気軽に引き渡すよう提案していた。すべての音節が噂からパイパーを守ることについてで、これが私にとってどれほど不当であるかについての配慮はゼロだった。私は乾いた、ユーモアのない笑い声を上げた。皮肉は息苦しかった。わかった私は言った。彼女に渡して。ファイルを引き継ぎに明日私のところに来るように伝えてくれ。私は終わった。会社に対する義務は果たした。明日の後、私は辞職できるし、彼女が面倒な後処理をすればいい。エリアスは私の即座の同意に明らかに驚いていた。彼はポケットから小さなベルベットの箱を取り出した。君はずっとこのデザイナーのネックレスが欲しがってたよね。最近、俺は最高の自分じゃなかった。女の子は可愛いものが好きだ。少しずつ埋め合わせするよ。それは私が好きなブランドだった。数ヶ月前にその一品が欲しいと話した。しかし彼は私が最も欲しい時にそれをくれず、今その仕草は空虚に感じられた。叩かれ、その後甘いご褒美を与えられるパターンは嫌いだった。プロジェクトの引き継ぎに同意すると、エリアスの声は明らかに温かくなった。彼は仕立てのスーツジャケットを私の肩にかけた。そんなに難しく考えるな。この前の件は俺が悪かった。今週中に離婚申請を取り下げに行こう。それからナパバレーに行きたがってたよね。連れて行ってやるよ。私は黙っていた。エリアスは私の沈黙を同意と受け取り、彼らの計画についてぺちゃくちゃ話し続けた。家に帰る途中、SNS のフィードをチェックした。パイパーが1時間前に投稿していた。全く同じ宝石ブランド。全く同じ箱。しかし、彼女のネックレスは高価な限定品だった。私のは購入特典の粗品だ。なんて情けない。彼は私の好みを正確に知っているのに、私のために一つ選ぶことすら面倒だった。明日はクーリングオフ期間の最終日。明日の後、エリアスと私はついに取り返しのつかない形で終わる。私はバルコニーに立ち、始めた小さなハーブガーデンに水をやっていた。中指にはめていた結婚指輪が突然滑り、柵を越えてカラカラと落ちていった。本能的に私は身を乗り出してどこに落ちたかを見ようとした。何してるんだ。エリアスの声は怒鳴り声だった。彼は私の腕をつかみ、乱暴に引き戻した。正気か。それがどれだけ危険か分かってるのか？彼の目は本物の恐怖と心配で大きく見開かれていた。彼はやはり私のことを気にかけていた。指輪が落ちちゃった私はつぶやいた。それは何年も前に彼がオーダーメイドでデザインし、自分の手で作るのを手伝った一品だった。私はその思い入れが大好きで、だからこそまだつけていたし、それを必死に探そうとした。エリアスは荒い息を吐いた。ただの指輪だろ、オードリー。新しいのを買ってやる。命をかけてまで探すなよ。ただの指輪か。私は彼の中指を見た。何もはめていなかった。彼の指輪はとっくに外されていた。明日は私たちの結婚記念日だ。彼は柔らかく言った。迎えに行く。一緒に過ごそう。どれだけの間、私たちはきちんと記念日を祝っていなかっただろう？一瞬考えた。私はそれを結婚生活への最後の静かな区切りとみなすことにした。翌日、私たちの記念日、私は予約した高級ダウンタウンレストランに座っていた。待ち続けた。お腹は空いていたが、彼はついに現れなかった。彼にメッセージを送ろうと携帯を取り出した。もし本当に来ないのなら、私の時間を無駄にさせる代わりに、そう言うべきだった。何度かかけてみた応答なし。携帯のロックを解除すると、
会社のチャットに活発な動きがあった。匿名アカウントが長文を投稿していた。パイパーは既婚 CEO を誘惑したバイタ。彼女は見た目と体を使ってキャリアを上り詰める。最悪だ。投稿のすぐ後、私がプロジェクトをパイパーに引き継いだという証拠が続いた。メッセージはパイパーを非難しているが、すべての行が私に指をさしていた。数分後、レストランのドアが勢いよく開いた。エリアスが怒りに任せて入ってきて、ドアストッパーを蹴り飛ばした。君がプロジェクトを潔く引き渡せるほど大人だと思ってた彼は怒り狂い、怒りで顔がまだらになっていた。君がここまで陰険だとは想像もしてなかった。君は引き継ぎに同意しただけで、パイパーを裏切り、彼女の評判を傷つけるためだったのか。オードリー、どうしてそんなに汚らわしいんだ？パイパーは彼の後ろに隠れ、慰めようのないほど泣きじゃくっていた。まるで残忍な攻撃の被害者であるかのように。大丈夫です。孫さん彼女は泣き叫び、声には作り物の感情がにじんでいた。私、プロジェクトなんていりません。人になんて言われようと気にしません。でもオードリーさん。私たち友達だと思ってたのに。どうしてそんなことするんですか？私じゃない私は静かに騒音をかき消していった。私は彼女にプロジェクトを渡すことに同意した。こんなつまらないゲームをする必要はない。他に誰にパイパーを標的にする理由がある？君は偽物で操ろうとする女だ、オードリー。そしてパイパーがあれだけ苦労して、この場所を見つけ、この席を予約してくれたのに。君は彼女の親切に値しない。彼はパイパーのために完全に激怒しており、近くの皿を手に取り、床に投げつけた。陶器の破片が部屋中に飛び散った。12年の共に過ごした人生、それでも彼は私の人格を信じていなかった。私は署名された離婚協議書をバッグから取り出した。それなら私は書類をテーブル越しに滑らせながら言った。30日のクーリングオフ期間は終わった。これにもサインしたらいい。私は辞表を書類の下に置いた。彼は冷たい笑いを漏らし、ペンをひったくり、怒り狂った3つの乱暴な走り書きで署名した。好きにしろ。そして、泣きじゃくるパイパーに腕を回し、急いで出て行った。私は座ったまま、彼の背中が消えていくのを見つめた。私たちはあの最後の記念碑ディナーを食べることはないだろう。冷えたパスタを見下ろし、フォークを手に取り、一口一口食べた。食べ終わると、隅に隠していた小さなスーツケースを取り出し、ライドシェアを呼び、空港に向かった。途中、エリアスに最後のメッセージを送った。鍵はリビングのテーブルに置いてある。私たちは終わった。二度と連絡しないで。私は携帯の電源を切り、ニューヨーク行きの飛行機に乗り込んだ。